今回の産業まとめ。韓国産ワクチン第3相臨床試験へ。早速ガイドライン違反の指摘。政府のご都合主義反論。韓国の製薬会社 SK バイオサイエンスは、新型コロナウイルスワクチンの第3相臨床試験計画が認可されたと発表しました。韓国企業の国内開発中のワクチンで第3相臨床試験が行われるのはこれが初めてとなるようです。このワクチンは候補物質 GBP510 をベースに米国グラクソスミスクライン社のワクチン免疫補強剤を配合したものということです。これまでの臨床試験では副作用もなく、高い安全性と効果が示されたと評価されています。順調にいけば来年上半期の商用化を目指すということです。このワクチンはビル&メリンダ・ゲイツ財団から200億円以上の支援を受けて開発されてきました。また、世界抗原デザイン研究所であるワシントン大学の協力を得たと紹介されています。韓国国内では、韓国日報が国内18歳以上の臨床試験対象者は93名で、全体の 2.3% に過ぎない。食品医薬品安全所のガイドラインが勧告している 10% 以上に満たないワクチンだとして指摘しました。これに対して食品医薬品安全所は、一部事実とは異なると反論。10% 以上は経験的に勧告された数値に過ぎず、統計学的分析によって一貫性を立証できれば問題がないとしています。編集所感。今回の概要。承認をめぐるドタバタ劇。完成したとして儲かるの？治療薬は高いね。いわゆる後発の強みということだと思いますが、韓国企業も効果が高そうなワクチンを開発中というお話です。この国民の大半を占める人種での試験が不足するというのは今後どの国でも起こりうることで、日本でも日本人での試験は不足するでしょうね。韓国もガイドラインの一般的な基準は全く満たす数字が確保できなかったわけで、結局は統計上なんとなく大丈夫そうということで良いようです。韓国日報は政府が自らガイドラインを破ったなんて激しい見出しで報道しましたが、ガイドラインちゃんと読めとあっさり潰されてしまいました。私が確認した時点では記事を取り下げてはいませんでしたし、訂正も追記されていませんでしたね。下手をすれば誇張報道、フェイクニュースと言われても仕方ありませんが、まだ閲覧数は稼げそうだから放置してるのかな。統計的に問題なければというあたりは雑なようにも感じますが、そういう例外規定でも設けなければどうしようもないということでしょうね。状況が状況だけに前向きに理解するしかないですよね。これからどの国でも起こりうるでしょうから。打ちたい人はもう打ってるし、打ちたくない人は国産だったら安心というのは根拠も乏しいので信用しないだろうし、実際国内で緊急使用承認を受けた海外ワクチンも、国内での十分な数の臨床試験は行わず、総合的に判断して承認していますからね。どうあれ韓国も日本もワクチン供給の問題が常につきまとうため、こうした自国産のワクチン開発を急いでいますね。韓国は1回目の接種率を高めようと2回目の確保が確実じゃない状況でどんどん接種させて、今は大変なことになってるようですね。まあ、別にこれを間抜けだと私は言わないけど、いろいろやりくりが大変ですね。それにしても医薬品開発はとにかくお金がかかるんですね。迅速な政府支援が重要だということでしょう。SK バイオの場合は2億ドル以上の資金をゲイツ財団から供給を受けて、これが開発の大きな助けになったようです。とはいえ第3相臨床試験ではこのうちの半分程度が必要となるそうで、本当に開発にはお金がかかるんですね。そんな100億円もかかるの？日本の開発メーカーの状況と比べると、大金をかなりジャブジャブ使っているような印象を受けます。むしろ使い切らなきゃな勢いで。ちょっと疑問なのが、実際にこれが完成して緊急使用承認を受けたとして、国内では誰が打つんでしょうね。来年から切り替えても大丈夫？その、ワクチンの追加接種も世界的な話題になってきて、基本的には同じメーカーのものをもう一度打つということになってますよね。その、新たなワクチンが商用化された時にはまっさらな状態じゃない人だらけだと思いますが、そういう人たちが接種した時の安全性の確認は必要ないのかな？まあ、とにかく緊急事態なのでこの程度のリスクなら大丈夫だろう的な感じで何もかもが承認されていますが、
ちょっと心配にはなりますよね。SK バイオの場合はコバックスへの供給も視野に入れているようで、国内で政府の一括購入を受けなくてもコバックスが買ってくれるかもという算段のようです。また、これからはワクチン以上に治療薬の重要性が高まってくるかと思います。しかも傾向型ね。韓国ではセルトリオンという企業がレッキロナという製品を開発して世界的な評価を受けていますね。ブラジルやインドネシアでも緊急使用承認されて、実際の貢献が期待されますが、まだ効果のほどはよくわからないです。注射なので病院に行かないといけないし、45万ウォン、約4万円。いろいろと壁が高いですね。インドネシアとかブラジルで、誰がこれのお金を払えるんだろう。ああいうところって多分政府支援とかなくて実費だよね。保険に入ってれば負担低いのかな。日本で承認された抗体カクテル療法のロナプリーブも4万円くらいらしいですが、重症化するかどうかもわからないのに4万円払うのもね。まあ、ワクチンも治療薬も、できたとしても色々な壁がありますね。国内メーカーも頑張ってほしいです。いろいろ聞くとワクチン接種は迷うね。どっちにしろリスクはあるからね。それを比較して判断するしかないよ。ゆるりんはどうするの？予約した？さっき区の予約を見てきたけど、9月末までほぼ満杯だったよ。うわ、今からだともう遅いのかな？区内のクリニックとかもほとんど空きがないね。人気なんだね。急いだ方が良かったかな？でも8月末とか空いてたし、9月も場所によっては空きがあったから大丈夫なんじゃないの？どうせ10月とか11月になったらもっと空いてるんじゃないかな。それまでに感染したらやだなぁ。ほら、ファイザーはデルタ変異にいまいちとかいうデータも出てきたし、のんびり検討すればいいんだよ。最終的には打つの？わかんない。接種券の有効期限ってあるんだっけ？それが切れるまでに打つかもしれないし打たないかもしれない。のんきすぎない？ほら、白雪さんみたいに会社行ったりとかないからさ、人との接触もほとんどないし。若者の重症化ニュースとか聞くと怖くなるよね。うん。でもいろんな病気で若い人もそうでない人も毎日死んでるだろうからね。コロナだけ切り出すのもどうかと思うよ。ワクチンって危険なの？ほら、友達が変な情報をいっぱい送ってくるからさ。見る限り完全に安全じゃないよね。どれもそうなんだろうけど。あ、私は過度に不安を煽ろうとか思わないからね。私は会社もあるし、予約しようかな。とりあえず状況見といた方がいいよ。まだ見てないんでしょ？なんかすぐ接種受けられるのかと思ってたよ。区によっても違うから要チェックだよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。テレワークの日はね、お仕事終わってからウォーキングに出かけてるんだ。私も暑さが和らいでから歩くようにしてるよ。今は日中は厳しいもんね。それでね、3日ほど前から足に変な現象が起きていて、なんかすごく不気味なの。それって心霊系？いや、ちょっと聞いて。七分丈のトレーニングパンツでウォーキングしてるの。それでしばらく歩いているとトレーニングパンツから出ている足のすねの部分がね、チクって針を刺したみたいに痛くなるの。しかも左足だけなんだよ。それもリズム取るように、チク、チクって感じよ。つまり2、3秒おきに細い針で刺される感じがするんだ。運動不足とか関係ないの？わかんないけど何か変な病気じゃないかと思ってすごく心配だったの。家にいるときは全然そんなチクチクするようなことはないのに、外でウォーキングするときだけ左足がチクチクするの。それもゆっくり歩くと平気なんだけど、元気に歩くとチク、チクって一定間隔で針に刺されるんだよ。何か怖い病気なんじゃないの？リウマチとか。チクチクが3日間続いた昨日なんだけど、なんと、それが左手の甲にも現れたんだよ。もしかしたらこれって新たなコロナの症状なのかなって思ってすごく怖くなっちゃった。それかこれが痛風ってやつかな？とか考えたりして。痛風ってプリン体たくさん取ってると良くないって聞くね。それ何に入ってるの？ビールとか、あとなんだろう、よくわからないけどコレステロールが高そうなものとかかな。でもビールとか全然飲んでないし、普通の食事だよ。それでね、なんでだろうって思って昨日は、
チクってなる時に左足を見ながら歩いてみたの。そしたら私気づいちゃったんだ。何か刺さってた？うん。スニーカーの紐がね、歩いてるとくるっくるって回ってて、その紐の先が左足のすねにポン、ポンって当たってたの。え？まさかこれじゃないよね？3日間も悩んでいたのに。それに今日は手の甲までチクってしてるし、って思ったけど、とりあえずスニーカーの紐が跳ねないようにしっかり結び直してから歩いてみたらね、チクチクがなくなったの。うわ、またこんなオチ。しかも手の甲のチクチクも全くしなくなったんだよ。これってどういうことなんだろあれじゃない。足のストレスで手の甲も緊張したとか。わかんないけど。とにかく私のここ3日間のストレスはきれいさっぱり解消されたんだ。今日からストレスフリーのウォーキングができるよ。嬉しいな。